それではファイル読み込み時のエラー処理について見ていきましょう。通常こういう形でファイルを選んで、そしてデータ表示で、正常に働けばこういう形でデータが表示されます。その場合、こちらのメッセージの方にですね、ファイルが読み込まれましたというような表示に、なります。で、個々のところを入力しないで、データ表示したときですね、こういうようなファイルがありません。ファイル名をもう一度入れてください。というような形で表示する。そういう例外処理ですね。後で説明します。で、ファイルを指定したときですね、ファイルの種類が違った場合にですね、ファイルが読み込めない場合もエラーとなります。この場合ですね、UTF-8 でない場合、こういう形で UTF-8 のファイルではありませんというような表示になるような形のエラー処理、を行っています。それではプログラムを見ていきましょう。で、プログラムはこちらが Windows の設定ですね。そして、ファイルアドレス用の表示用のテキストボックスをここで表示してます。そしてボタンの設定でメッセージの設定の記述があります。これは前回、説明した通りになってます。で、例外処理のとこですね、ボタン B、ここボタン B ですね。間違えました。ボタン B が押されたとき、ここの、トライセスのとこですね、ここに、実行する記述が書いています。アドレスという変数に、テキストボックスからの入力をこちらに渡して、そしてこちらで、CSV ファイルを読み込む記述ですね。そして、こちらにコンソール、こちらの方にこういう形で読み込んだデータを表示するっていうのが、トライセスに書いています。で、ここでエラーが起こったとき、エラーの種類としては、ファイルが存在しないっていう、ファイル not found error の場合は、メッセージにこのファイルがありません。ファイル名をもう一度入れてくださいっていうのが表示される場合のエラーと、ユニコード、デコードエラーっていうのがあります。これは UTF-8 でない場合に発生するエラーです。この場合はメッセージにこのファイルは UTF-8 の CSV ファイルではありません。ファイル名をもう一度入れてくださいというようなメッセージが表示されるようになっています。そして、こちらですね、else、正しく実行された場合にはファイルが読み込まれましたというメッセージが表示されるようになります。これではなくこれの場合っていうことですね。そういう形でプログラムが作られています。もう一回実行してみましょうか。ここでこれをこのまま押すとファイルがありませんっていうことですね。で、ファイル指定して正しいファイルを読み込むとこういう形で表示されます。ところが、UTF-8 でない場合にこういう形でですね、エラーメッセージが表示されるというプログラムになります。